皆さんこんにちは。ヨガインストラクターのまみえです。今日は私が持っているヨガの本を紹介していきたいと思います。ヨガのインストラクターさんをされている方であれば同じものを持っているよという方も多いと思うんですけど、これから少しずつ自分でヨガを深めていきたいなと思っている方もぜひぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。では始めていきましょう。まず1冊目に紹介していくのは初心者さんが持っておくといいなと思う本です。それはヨガポーズの本です。こういった本は他にも何種類か出ていて、これが結構新しく出版されたものなので、私が以前持っていたものは手放してこれ1冊だけを手元に残しています。だけど本当にどれも似たり寄ったりなので、あとは自分に合う写真の撮り方だったり説明の仕方だったりで、ちょっとしたコラムもあるので、自分が読みたいコラムがあったりとか気になる情報が載っている本を選んでいただければいいかなと思います。なんでおすすめかというと、グループレッスンをやってるとやっぱりみんなに合わせなきゃいけない、レベルをみんなに合わせなきゃいけないので、どうしてもね難しいポーズってなかなか教えることができないんですけど、こういう本を見てこんなに難しいポーズもあるんだって結構衝撃を受けると思います。なので私はそういう衝撃を受けてヨガの新しい世界を知ったし、自分のモチベーションになったので、ぜひぜひ持っておくといいんじゃないかなと思います。あとはヨガ初心者さんにおすすめするとすれば、これは初心者の方じゃなくてもヨガをやってる方はほとんど見てるかと思うんですけど、ヨガ雑誌をおすすめします。有名なのはヨギーニやヨガジャーナルというヨガ雑誌が出てるんですけど、どちらを選んでもいいと思います。これもやっぱり自分の好みがあると思うので、どちらを買ってもいいし両方買ってもいいと思います。私が持っているこのヨガジャーナルの総集編の雑誌なんですけど、全然私はヨガ始めたばっかりの頃全然知らなかったんですよね、ヨガの雑誌の存在を。それでたまたまフラッと本屋さんに立ち寄った時に、こんなに分かりやすくまとめてくれる雑誌が手軽に手に入るんだっていうことにびっくりしました。でね、付箋もこうあるんですけど、付箋をつけちゃいたくなるくらいすごく勉強になります。ヨガ雑誌にはヨガポーズだけじゃなくてヨガの哲学だったりチャクラの話だったり、いろんなことがまんべんなく載っているので、本当にねヨガに興味を持ったらぜひぜひパラパラっとめくっていただきたいなと思います。では次は哲学の本を紹介していこうと思います。哲学の本1冊目はハタヨガの真髄という本です。これは結構コアな本なんですよね。哲学も載っているし、ヨガのポーズも載っているし、呼吸法も載っています。なのでハタヨガというものがもう本当に全部まとまっている本。ただしめちゃくちゃ文字も細かいし、信じられないポーズがもうたくさん載ってます。さっき紹介したヨガ図鑑のような本には載っていないような、これ体どうなっちゃってるのみたいなポーズが載ってます。こんなポーズだったり、こんなポーズ、結構びっくりするポーズが白黒写真で一緒に紹介されてます。序盤はもうヨガとは何かっていうことがたくさん文章で書かれていて、ヨガが好きじゃないと正直これは読み進められないなっていう本ではありますが、本当に勉強になるので、ヨガを深めたい方はぜひぜひ手に取っていただきたいなと思いました。同じくコアつながりでいくとバガバットギーター。このバガバットギーターっていう本はヨガの哲学のバイブル本。もう多分名前知らない人はいないと思います、ヨガをやってるヨガの先生の中では。だけど私も含めめちゃくちゃ難しいので、このバガバットギーター読んでも何言ってんのっていう意味が分かんないこといっぱい書いてあるので、これは一人で読み進めるのではなくて、ヨガの哲学をヨガの先生と一緒に読み解く本だと思ってください。これは私が持っている本の紹介なので、これを買うことをおすすめというわけではないです。ゆいちゃん、またコアつながりでいけばチャクラバイブルという本も結構コアでした。これ2400円するんですけど、全然ね書店で見つけられなくて、メルカリで買ったのかな。チャクラの勉強をしたくて買ったんですけど、確かに勉強にはなります。勉強にはなるけど、書いてあることが言ってることはわかるけど頭に入ってきづらいみたいな感じ。チャクラ、それぞれのチャクラの色とか持っているエネルギーとか、そのエネルギーを活性化するためのクリスタル、
石とかがね載ってるんですけど、あとポーズも載ってます。なのでチャクラに興味がある方は買って損はないと思います。ただちょっと難しい、頭に入りづらい内容なので、それを覚悟で買った方がいいと思いますね。哲学の最後の一冊はインテグラルヨガという本です。これは哲学の本の中でもめちゃくちゃ読みやすくて、日常生活にも生かされる哲学が書いてあります。ヨガ哲学っていうとやっぱり宇宙と自分をつなげましょうとかそういうことが書いてあって、最初はね大丈夫かなみたいな、ちょっとね距離を置きたくなっちゃうと思うんですけど、これは前半はそんなことないです。後半はまたちょっと宇宙の話が出てきちゃうんですけど、前半はね本当に日常生活に取り入れやすい生き方の知恵が載ってるので、これはもう本当にヨガ哲学をちょっとやってみようかなっていうレベルの方はまずこれ買っといた方がいいですね。他の本は結構コアな話ばっかりされるので、うわヨガ哲学ってこんな感じなのやりたくないとか思ってたのと違うとか、そういう風になっちゃいがちなので、嫌いにならないためにもこういう優しいものから始めてあげるといいかなと思います。ここからは解剖学を紹介していきます。また最初は初心者さんにおすすめの本からなんですけど、1冊目は体感して学ぶヨガの解剖学。この著者の中村先生は理学療法士でありヨガインストラクターもされている方なので、すごくね体のことに精通している分文章が分かりやすいです。で専門用語もところどころ出てくるんですけど、それがちゃんと説明されているから初心者の方も置いてけぼりにならずに分かりやすく頭に入りやすいです。どうして解剖学の知識が必要かっていうと、やっぱりヨガってやっていてももっともっと体のこと、体の使い方を分かってあげないと効果が本当に半減してしまってもったいないので、ぜひこういう解剖学の本を少し読んでもらって、こういう動かし方をするんだっていう理解をぜひ深めてほしいなと思います。体の理解が深まって体の使い方が上手くなると、格段に体の変化が目に見えて分かるようになります。なのでぜひぜひこれじゃなくてもいいので、自分が分かりやすいなと思う一冊を見つけて持っておいてください。次に紹介する本は私が持っている本の紹介なので、別にこれを買った方がいいっていうわけではないんですけど、機能解剖学の本です。こういう本は筋骨格、筋肉や骨格がどんな風にどこについているのかっていう理解を深められるので、やっぱり自分の体だけど中身が見えてるわけじゃないじゃないですか。だから背骨が何本あってどんな風についててっていうところまではっきり分かってると、例えばキャット&カウをする時に背骨を1本2本3本4本1個ずつ1個ずつ動かすっていう感覚がだんだん分かるようになります。この本はヨガの学校の副教材で買った本なんですけど、すごく勉強になりました。こんな風に全体像も載ってるし、あとはこんな風に細かく大きくアップされて載ってたりします。こういうクローズアップの図解だけじゃなくて、どんな風にこの筋骨格がどんな動き方をするのかっていうのも分かるので、体の構造とか筋肉の動かし方に興味がある方にはこういう機能解剖学の本を紹介したいと思います。続いて紹介するのがヨガアナトミー筋骨格編、ヨガアナトミーアーサナ編、ヨガアナトミービンヤサフロート立位の本を持ってます。これはアンダーザライトヨガスクールさんというところの教材なんですけど、私がまだヨガの養成校をどこにしようかなって悩んでる時にいろんなところに体験に行ったんですね。でその時にこの教材を見せていただいて、でしかも Amazon で購入できたんですよ。ですごく勉強になる。なぜ勉強になるかというと、さっき紹介した機能解剖学のように自分の体がどんな風に筋肉と骨格があって、でアーサナをした時にそれがどんな風に動いているかっていうのが見て図解でわかるっていうのが素晴らしいなと思いました。ただこの本はなぜか1冊目この1番は画質がちょっと荒いんですよね画質が荒いです。で2冊目から結構綺麗になってたんですけど、こんな感じでどこの筋肉が伸ばされてどこの筋肉が収縮しているのかっていうのが色分けされて見ることができます。だから例えばできないアーサナがあった時にどこの筋肉の柔軟性が足りなくてどこの筋肉の強さが足りないのかっていうのも見てわかる。だからよりそのポーズの練習が効率的になるんですよね。この本はすごく勉強になるんですけど、
私が今買うとしたらこちらではなくてサイエンス・オブ・ヨガという本が出てます。私なら今はこちらを購入します。というのもサイエンス・オブ・ヨガは私が持っている3冊が1冊にまとまっているような本です。だから何冊も何冊もちょこちょこ買ってお金をたくさん出すよりかは1冊ポンと買って理解を深めた方が私的にはいいと思うので、サイエンス・オブ・ヨガまだ持ってないんですけど、もし買ったらこの持っている3つを逆に手放して手元にはサイエンス・オブ・ヨガだけ残しておきたいなと思ってます。店頭でね見た時にこれめちゃめちゃ分かりやすいじゃんってなったので、サイエンス・オブ・ヨガはおすすめです。次で最後の本です。最後に紹介するのはヨガアジャストメントという本です。こちらはヨガインストラクターさんがアジャストをする時の練習本、アジャストの方法が載っている本なんですけど、セルフプラクティスをする方にも結構おすすめできます。っていうのもアジャストをする場所っていうのはミスアライメントが起こりがちな場所なんですよね。だからそこがクローズアップして見せられてるっていうのもあるし、プロプスを使って自分で軽減する方法も理解できるので、自分で練習したい、深めたいっていう方もぜひぜひこれは持っててもいいかと思います。中身はこんな風に白黒の写真と文字が書かれていて、ポーズごとにね説明がされています。どんなプロプスを使ってどんな風に軽減してあげたらいいのかなっていうのがよくわかりますので、ぜひぜひ買ってみてください。結構ダラダラとおしゃべりしてしまいましたが、私が持っているヨガの本は今のところこれだけです。昔はもう少し持っていたんですけど、本棚に入りきるだけの本しか買わないって決めてるので、今はこれだけになりました。何冊かは売っちゃいました。でもまだやっぱり気になるもっともっとハードコアな内容の本がたくさんあるので、もうちょっと自分の理解が深まったら、結構高い値段なので勇気を出して買ってみようかなと思います。もし買ったらまた紹介していきたいと思いますので、その時はまた動画をチェックしてみてください。ではこの動画が少しでも参考になったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもお待ちしております。ごめんではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。はいはいはい。エコエコするの？